恐ろしい悪のラスボスでも実はみんなへの愛に満ちていると言われたら、あなたは信じられますか？こんにちは、タクジです。このチャンネルではアニメやゲームなどの創作のキャラクターを通して MBTI を解説していきます。今回はキミプリの敵キャラについて解説します。MBTI って何？と思った方に簡単に説明すると、人の性格における考え方や行動の癖を16個に分けた指標です。詳しくはこれまでのプリキュア動画か一般向けの解説動画を参照ください。作品の最終回までを扱いますので、最後まで見ていない人はこの動画の視聴をおすすめしません。さて、アイドルプリキュアと敵対する彼らはどんなタイプなのでしょうか。今回の動画のお品書きはこちらです。はじめに、私のタイプ考察は独断と偏見に基づいていますので、ご了承ください。まずはカッティですが、彼は ISFP です。自分の気持ちや感性にとても正直で、第3話ではすでにキュアアイドルに心を奪われていました。実質2回しか彼女に会っていないのに、惚れ込んでしまうその速さは、強い内向感情と外交感覚の証だと思います。続いてザックリーですが、彼は ESTP です。ざっくりとその場その場をやり過ごそうとするところがあります。これは外交感覚で、目の前のことを素早く見極め、内向思考により自分の中でざっくりできてで一緒と筋を通して物事を処理します。また第14話ではキュアキュンキュンの亡き父への思いを目の当たりにしてちょっと同情していましたが、次に会った時はそのことには全く触れませんでした。これはプロットの不手際ではないと思います。というのも ESTP の人はその場のしっとりとした空気を察知してうるっとくることはありますが、それを引きずることはめったにないからです。次に、2人のボスであるチョッキリーヌは ESTJ です。ガミガミと部下を怒鳴るだけで自らは動かない。新人で生意気な女児に手を焼くなど、どちらかといえばポンコツな上司として描写されています。極めつけは、部下を失ってしまった後で、部下を辞めさせないための本を手に入れようとする後手後手の対応をしたこともありました。外交志向により成果を上げようとしますが、部下を叱咤するというボスのイメージが内向感覚により彼女の中で固定化されていて、それ以外のスタンスが取れず、想定外には対応できませんでした。部下を失うという最悪の状況になって、やっと自らのやり方を変えようとしますが、既存の本というすでに確立した方法から取り入れようとするところも内向感覚的です。しかし、同じ過ちは犯さないという意志があり、彼女なりの誠実な姿勢とも言えます。たまたまイレギュラーな経験が少なかっただけで、いろいろな経験を積めば、彼女もきっと立派な上司になれると私は思います。続いてはジョギー、本名カズマですが、彼は ESFP です。もともと響海斗と共にアイドルを目指していましたが、自分だけ夢を叶えられなかったことから闇落ちしました。ここで注釈です。以前の動画にて、私は感覚型は身近な現実を、直感型は今そこにはない夢を重視するといった説明をしました。そうすると、アイドルに憧れるカズマが感覚型の ESFP というのはおかしいと思われるかもしれません。しかし、
感覚型でも夢を持つことは十分にありえます。カズマのような外交感覚型の人なら、アイドルの華やかさを直に感じたら、それは彼らにとっての現実となり、アイドルになろうとするのは遠い夢物語ではないのです。ちなみに内向感覚型の人は、身近に影響を与えてくれる人がいるのなら、その人を通して憧れを抱くことがあります。ISFJ の7が母と同じピアニストの道を歩むのがいい例だと思います。話を戻して、カズマは内向感情型でもありますが、これについては次の章で解説します。最後はラスボスのダークイーネですが、実は外交感情型の INFJ です。これについても最後の方で解説しますので、飛ばします。いかがでしょうか？悪役の5人だけでもタイプはバラバラで個性豊かだと分かったのではないかと思います。ここでは敵キャラたちの感情機能がどう働くかを解説します。まずカッティですが、早い段階でキュアアイドルが好きという自分の感情を認識した彼は、ちょっきり団としての職務との板挟みに悩みます。そして第16話ではキュアアイドルに嫌われてしまうという脳内妄想をしてしまいます。これは外交感覚の働きが強いです。内向感情型の人が思い悩むことはよくありますが、これが外交直感を補助機能とする INFP の人なら違う悩み方をします。次々と悪い想像を広げていってしまうので、例えば同じ状況なら、こんなことなら仕事辞めてしまおうか。でもちょっきり団を抜けても自分は再就職できそうにないですぞ。もし無職の自分の姿をキュアアイドルに見られたら、と想像が止まらないと思います。しかし実際の彼はその方向には想像を働かせません。その代わり、嫌われた時にどんなリアクションをされるかということをリアルに生き生きと想像してしまい、そこから一歩も動けなくなってしまいます。次にザックリーですが、大事なシーンとして第24話で、彼に真剣に向き合おうとするナナに対して、俺に優しくするな。お前なんか嫌いだ。と言ってしまいます。これは普段意識していなかった第三機能の外交感情が暴発してしまったからと言えます。その後で彼は、なんであんなこと言っちまったんだ。と悔やみます。これも内向思考型の人の特徴で、自分の感情をよく理解できていないのだと思います。悩んではいたけれど、キュアアイドルへの思いに迷いがなかったカッティとは対照的です。さらに、外交感情は人間関係を重視するので、自分の感情を大事にする内向感情よりももっと複雑で、嫌われたくないし相手を傷つけたくないのに、結果として真逆の言葉をぶつけてしまうのでした。またセリフ自体も直接的で、これは外交感覚的です。もし彼が ENTP のような外交直感型であれば、へりくちや論点のすり替えで煙に巻いていたと思います。次にチョッキリーヌですが、彼女は劣等機能が内向感情です。普段は意識しませんが、時として不自然なほど人懐っこくなることがあります。それが第40話でのシーンです。元気がなさそうなジョギーに対して無理に元気づけようとしたり、悩みを聞こうと詰め寄り、逆に彼に煙たがられます。外交感情であれば相手との距離感を意識しますが、普段表に出ない内向感情をそのまま出してしまったので、相手を困惑させてしまいます。しかもそのことに気づきもしません。このやりとりに外交思考型の彼女の不器用さがよく出ていると思います。次はジョギーについてです。彼が闇落ちした最大の理由は罪悪感です。
第42話で10回しますが、親友のカイトがアイドルとして認められた時にそれを素直に喜べずに嫉妬してしまいました。そのために自分はカイトのそばにいる資格はないと感じて自ら身を引いてしまいました。この罪悪感や自己嫌悪は内向感情型の人の宿命みたいなものです。自意識が強すぎるあまり負の感情も自分に向かいがちです。カッティは第17話で今までの悪行を心から悔いていましたし、敵ではないですが、同じく内向感情型である INFP のメロドンは第30話で、本当に許せないのは友達になりたいと言ってくれた歌にずっと本当の気持ちを伝えられない自分自身だと心の内を明かしました。カズマは自分は親友の成功を喜べない嫌なやつだと卑下しますが、カイトはこう言って手を差し伸べます。本当に嫌なやつはそんなこと思わないよ。これは単なる慰めの言葉ではなく、カズマの罪悪感を受け止め寄り添う素晴らしい言葉だと思います。以上です。敵であっても見事に感情が描写されていると私は思いますが、皆さんはどう感じたでしょうか。ではお待ちかね、ラスボスのダークイーネについて解説します。ラスボスといえばよくあるタイプとして、部下を使い捨ての駒としか見ない ENTJ などの外交志向型が考えられます。彼女についてはどうでしょうか。第48話でプリキュアに浄化されたチョッキリーノを粛清するときに、使えないやつなどとは言わず、光を知ったお前の運命だと言います。これは自分の意志よりも運命に身を委ねる強い内向直感を感じさせます。そして彼女の考えは最終回の第49話でより明らかとなります。ここでキュアアイドルと対峙した時のセリフをいくつか抜粋します。そうだ、感じるだろう。仲間を失う恐怖で自らのうちに絶望が、闇が生まれるのを。歌など誰も聞いておらぬ。引用は以上です。このセリフは外交志向型の悪役であれば、自分の無力さに絶望するがいいとか、歌っても無駄だという言い方になると思うのですが、ダークイーネの言い方は外交感情的な視点だと思います。仲間を失ったり、思いが伝わらなかった経験がないと、こんな言い方にはならないと思います。ダークイーネは人間の闇から生まれ、常に闇をその身に受け続けていました。その闇のうめきが騒がしくて、彼女は苛まれていました。そして希望や憧れなどの光の感情が闇を生む原因になったと考え、争いも悲しみも苦しみもない静寂に包まれたスンとした世界を作ろうとしました。これは逆に言うと、人々が傷つかないように、そもそも夢や希望を抱かない世界を作ろうとしていると言えます。つまり、人に優しすぎるために闇落ちしたと言えるのではないでしょうか。私はキミプリのラスボスは ENTJ などの外交志向型、つまり根っこに内向感情を抱えるキャラだと予想していましたが、意外にも外交感情が闇落ちした同じ外交感情を救う展開となり、これはなかなか興味深いです。外交感情から内向感情へのアプローチは対メロロン、対カズマで描いたので、ラストバトルはこういう構図になったのだと思います。個人的な感想ですが、闇落ち INFJ としてダークイーネはとても魅力的な悪役だったと思いますが、押村区はその素性が明かされるのが最後の最後だったということです。もう少し早い段階で
彼女のパーソナリティを匂わせるようにしてくれれば、もっと面白くなったんじゃないかなと素人ながらに思います。いかがでしょうか。ダークイーネに対する見方が少しは変わったのではないかと思います。今回は以上です。これでキミプリに登場したキャラクターのタイプ考察は一通り終わりました。こうして見ると同じタイプのキャラも結構いますが、実際の性格はだいぶ違うと思います。ここが MBTI の最大の特徴で、あくまでも行動原理や考え方の癖を表すだけであって、性格そのものを表すわけではないということがよくわかるのではないでしょうか。今後もキミプリについてはタイプ考察にとどまらず、細部を取り上げて分析してみたいと思います。このチャンネルでは創作のキャラや架空のシチュエーションを通して MBTI を解説していきます。よろしかったらコメントやチャンネル登録、高評価などしていただけると何よりですが、内容に興味を持ってもらえるだけでも嬉しく思います。では次の動画でお会いしましょう。